こんにちは。はい、大阪千里山にあります日本料理柏屋の主人松尾です。今日はですね、鶏肉の味噌だれ焼きをご紹介したいと思います。はい、味噌だれと言いまして、今日ね西京味噌を使って、タレを作りまして、でそれを鶏肉ですね、鶏のもも肉を、焼いていくものになります。では早速材料を紹介していきたいと思います。今日は鶏もも肉1枚で、青唐辛子、白ネギですね。で味噌だれの、材料が西京味噌、これ京都のお味噌ですね、甘いお味噌で、これに濃い口醤油、みりん、はい、お酒、これだけになります。はい、それでは、材料の下準備から始めていきたいと思います。はい、味噌だれを作っていきたいと思います。まず西京味噌ですね。ボウルに取ります。でお酒で、ちょっとこの時ダマにならないように先に少し味噌を溶いていきます。はい、よく溶けたところでみりん、お醤油、はい、これで合わせておきます。青唐辛子、青唐辛子、このヘタだけは切っておきたいと思います。はい、そうですね、1センチぐらい残して、はい、こう切っていただければいいと思います。はい、で白ネギ、これは洗ってありますけれども、はい、根っこのとこを切り落として、だいたい4、5センチぐらいの長さに切っていきたいと思います。それではこの、青唐と白ネギですね、下ごしらえしていきたいと思います。軽くね、これは、焼き目をつけていきます。はい、まずフライパン温めていただいて、サラダ油を少量、まず白ネギ入れます。青唐辛子、はい、ちょっと青唐辛子の方がね、こうカラカラと、はい、焼ける音が聞こえてきました。はい、白ネギはね少し動かさずに、どうでしょう。もうちょっとですね。はい。ちょっとこのように白ネギですね。ちょっとこう焼き目をつけていきます。この時点ですね、大体青唐辛子は大体火が通ってきますけれども、白ネギの方はまだちょっと完全に火が通ってません。この後白ネギはですね、電子レンジで少し、火を入れていきたいと思います。はい、じゃあ白ネギですね。これはもう焼き目がついてるだけで、中のはまだ火が通ってないので、これは電子レンジで、加熱して、火を入れていきたいと思います。そうですね、これぐらいの分量でしたら30秒ぐらいでい
けると思います。はい、では次は、鶏肉の方を、切っていきたいと思います。はい、今日は鶏肉もも肉ですね、1枚。まずちょっと余分な油分を少し切り落とします。で今日はこう大胆にですね、真半分に切っていきます。そぎ切りですが、一口サイズぐらいに切っていきます。この後この鶏肉にですね、片栗粉をつけて、それで油で焼いていきたいと思います。はい、では片栗粉をつけていきたいと思います。はい、ちょっとね、こういうバットに、アルミホイルをちょっと乗せて、だいたい1枚でしたら、そうですね、片栗粉は大さじ2杯程度あれば、しっかりついていくと思います。しっかりつけていってもらいたいと思います。はい、しっかりつけて余分な、粉を落とす。これが一つのポイントになります。でこの時ですね、ちょっと今度焼く時に皮目を下にして焼くので、ちょっとこう皮のところをこうちょっと整えといてあげましょう。はい、鶏肉焼いていくんですけれども、今日ね、フライパンは冷たい状態で、まず油を入れます。だいたい大さじ2杯分ぐらい入れていただいて、先ほど、皮目をですね、先ほど片栗粉をつけた鶏肉を皮目を下にして並べていきます。皮目を下にして、皮をですねカリッと焼いてあげる。でそれで最後に、味噌のタレを絡めていくということになります。はい、鶏を焼いていきます。先ほどですね、冷たい、フライパンに並べた、鶏肉、火をつけていきます。はい、これ温度がね上がって、ぼちぼち焼けてきました。この時にですね、少し軽くゆすって油がまんべんなく回るように、ちょっと少しします。でこの後ですね、だいたい上から見たこう周りから火が通っていきますけれども、こう上から見た感じで、そうですね、周りがだいたい2割ぐらい、色が変わったぐらいの時まで焼いていきます。そうすると大体その時点で鶏肉には大体6割から7割ぐらいの火の通し加減になっていると思います。はい、見ていただいたら分かりますように、大体こう周りがですね、全体の2割ぐらい火が通ってきたかなっていう感じに色が変わってきました。大体これぐらいになってくると、皮目の方がきれいに焼き上がっていってると思います。はい、ではちょっと返していきます。いい感じに焼けてますね。はい、あとはね、余熱でも火が通っていくので、この辺りから仕上げていきたいと思います。ちょっと、キッチンペーパーで余分な油を取っていきます。
ここで一回ね鶏肉を、パイレッシュにでも取っておきます。はい、それでは最後仕上げていきたいと思います。最初ね合わせてました味噌だれです。はい、それをフライパンに入れます。もうここではね、一気に強火でいっていただいたらいいと思います。はい、沸いてきたところで、はい、十分沸いてきたところで、まず先ほどの鶏肉ですね。はい。で、電子レンジで火を通した、白ネギで青唐辛子。でこれを全体をタレに絡めていきます。はい、美味しそうに出来上がってきました。はい、これ、タレがね、絡まったら出来上がりになります。はい、では盛り付けにいきたいと思います。まず鶏肉ですね。で今日はこうざんぐりと持っていこうと思うので、白ネギ間にこういうのを挟んでいきましょう。はい、青唐辛子、はい、少し、タレが残っていたらこれをかけていただいて、はい、鶏のもも肉の味噌だれ焼きの出来上がりとなります。はい、これこのまま一品のおかずとして、出していただいても結構ですし、お昼なんかですね、丼にご飯を入れて、上に味噌だれ焼きを盛ってあげるとすると味噌だれ焼きの丼が出来上がります。でまたこれ鶏肉でなくてまた豚肉の、ロース肉であったり、肩ロースなんかね、同じような手法で作っていただくと美味しい、豚ロースの味噌だれ焼きが出来上がると思います。はい、一度試してみてください。どうぞ。